皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんアルバイトってしたことありますか？日本ではアルバイトとかバイトって言うんですけど、高校生や大学生などの学生さんがお金を稼ぐために契約でする仕事のことをアルバイトって言うんですね。私はですね、初めてアルバイトをしたの、皆さんもよくご存知のマクドナルドだったんですね。ちょっと始めた動機が不純で、制服がとっても可愛いなと思って始めたんですね。でも考えが甘かったですね。とっても忙しいお店で、次から次へとお客さんが来るんですけど、注文を通してレジをして商品を詰めて、初めての頃はこのくらいの大きさで入るかなと思った袋に商品が入りきらなくて、もうわーっとなっちゃって混乱していたのを思い出します。本当に周りの人に迷惑かけたんじゃないかなと思います。ごめんなさい。日本に住んでいる留学生の中にはアルバイトをしていらっしゃる方も多いですよね。コンビニや飲食店などいろいろな仕事があります。でも日本のアルバイトって他の国とちょっと違うところもあるんですよ。日本のアルバイトといえばマニュアル文化です。コンビニの仕事でも飲食店の仕事でも、最初にどういうふうに仕事を行っていくのか教えてもらうんですけど、その中でマニュアルを渡されることがあるんですね。いらっしゃいませの言い方やお辞儀の角度まで決まっていることもありますよね。最初はびっくりするかもしれませんが、そのマニュアルに書いてある決まり通りにやれば OK という考え方なので、慣れると働きやすいんですよね。それからバイトなのに責任が重いと感じることもあるかもしれません。例えば日本のコンビニはとっても便利で、チケットの発券や荷物の受け取り、公共料金の支払いまでできちゃうんですね。だからバイトでも覚えることがたくさん。お客さんとしてはとっても便利なんですけど、私も何かあったらコンビニ行くことが多いですからね。でも働く人は大変ですね。最初はこれって社員の仕事じゃないのと思うこともあるかもしれないですね。その分仕事を覚えると達成感も大きいんです。そして日本ならではのお客さんは神様という接客文化。例えば飲食店でバイトをしていると、お客さんが帰るときに店の外までお見送りするなんてこともあります。さらにちょっと厳しいお客さんに当たることも、どうやって対応したらいいんだろうっていう時もあります。でも日本のお店ではクレームがあっても冷静に対応するというのが基本です。これも日本ならではのアルバイトの経験の一つと思えたらいいなと思います。では留学生に人気のアルバイトってどんなものがあるんでしょうね。まずはさっき言ったコンビニ、スーパーのスタッフ。日本のコンビニはサービスが充実しているので、レジ打ち以外にもチケットの発券や荷物の受け取り、今はそんなにないかなと思うんですけど、コピー機、複合機なんかの使い方を説明するなんかもありますよね。本当に覚えることが多いのが特徴です。でもコンビニの仕事を経験すると、日本のサービス業の基本を学ぶことができるので、働いた経験は将来に役立つかもしれないですね。そして次に飲食店のスタッフ。レストランやカフェ、居酒屋なんかですかね。ラーメン店や居酒屋は外国の観光客の方も多く訪れるので、英語や中国語が話せると歓迎されることも多いそうです。接客のマニュアルがしっかりしているお店だと日本語の勉強にもなりますね。そして3番目、
塾講師や英会話教師です。英語や自分の母国語を教えるアルバイトも人気があります。特にネイティブスピーカーの方は日本人の子供や大人向けに英会話を教える仕事が多いようですね。時給が比較的高いので短時間で効率よく稼げるのがポイントです。そして次にホテル・観光関連の仕事。外国人の観光客が増えているのでホテルや観光施設でのバイトも人気があります。日本ならではの丁寧な接客が求められるので最初はちょっと戸惑うこともあるかもしれないですね。でも日本のおもてなし文化を学ぶ良いチャンスになりますね。アルバイトをする際にちょっと気をつけないといけないことがありますね。それは何でしょう。まず敬語を使うのがちょっと難しいかもしれないですね。日本の接客業では丁寧な言葉遣い、敬語が求められます。例えば生活しているとよく私たちはすみません、ごめんなさいというふうに謝るときには使うんですけれども、よく聞きますよね。でもお客様と接するとなるとすみませんではなく申し訳ございません、恐れ入りますなどになりますね。最初は覚えるのが大変ですが慣れてくるとスムーズに話せるようになりますよ。2つ目、バイトなのに責任が重い。日本のアルバイトはアルバイトだから簡単な仕事だけというわけではなく、社員と同じようにしっかり働くことが求められることがあるんですね。特に忙しい時間帯はバイトも社員も関係なくみんなで協力するという考え方なので最初はびっくりするかもしれません。でもその分やりがいを感じることができるのも日本のバイトの特徴ですね。そして注意点3つ目、時給は高いけど深夜バイトにはちょっと注意してくださいね。日本では夜の10時以降、この深夜のバイトには時給が 25% アップするんですね。お金が欲しい、稼ぎたいと思う人には魅力的かもしれないですね。でも深夜バイトは体力的にきついこともあるので無理しすぎないようにしてくださいね。そして最後、留学生の人は重要ですよ。契約違反にならないように。留学生の人は週28時間までという労働時間の制限がありますよね。働きすぎには注意しましょう。アルバイト先によってはもうちょっと働いてくれないかなと言われることもありますが、ルールを守ることが大切です。さあ、本日は日本のアルバイトについてお話ししてきました。日本でのアルバイトはしっかりしたマニュアル、丁寧な接客、チームワークなど他の国とはちょっと違う文化がありますよね。でもその分働くことで日本語が上達したり、日本のビジネスマナーを学べたりするので良い経験になりますよ。皆さんも日本でアルバイトをするときは自分に合った仕事を選んで楽しく働いてみてくださいね。ではまた。おにぎりんでした。